んにちは、ゴーラニです。初めてベタの繁殖に挑戦しました。現在4ヶ月過ぎのベタの子供たちを飼育しています。2018年8月22日に孵化した稚魚262匹を2ヶ月経過した時点で6つのタンクに分けました。飼育環境により成長に差が出たので、私なりに検証してみました。これからそれぞれのタンクの様子を映していきますので、興味のある方はこのまま見て。では1つ目のタンクから映していきます。10ギャロンタンクでベアタンク80匹くらい入っています。スポンジフィルターと流動式フィルターで1日2回糞をチューブで吸い取り、その時に減った分の水を足しています。一番小さい子は1インチ 2.5 センチくらいの子が数匹いますが、徐々に大きくはなっています。変化する子はカップなどに分けていて、タンクの縁にかけているのでお見苦しいのですが、なんとかこれで保っています。次に5ギャロンタンクで、ここは半分サイズの天然フィルターとスポンジフィルターです。ダブルテールのお父さんと子供たち12匹入っています。ヒーターなしで水温が下がった時にヒーターを導入しています。ヒーターなしでは25度くらい。夜は発泡スチロールの箱をかぶせて水温低下を防いでいます。水替えは6日に1回 30% くらいです。次は5ギャロンタンクで、フィルターはスポンジと流動式です。16匹ぐらい入っています。2018年11月中旬より華氏79、26.1 度の固定でヒーターを入れています。もともとバンブルビーコビーとハニードワーフクラミーのタンクだったので混営させています。水替えは6日に1回 30% くらいです。次は10ギャロンタンクで、フィルターは底面式と流動式です。多い時で50匹ぐらい。養子に出したり個別にしたりで現在30匹くらい入っています。生後3ヶ月、2018年11月中旬より華氏80、26.7 度の水温固定のヒーターを入れています。水替えは5日に1回 30% くらい。このタンクのベタが一番体が大きいです。次に10ギャロンのタンクで、スポンジフィルターと流動式フィルターです。このタンクのベタは色が一番濃いのですが、サイズは小さめです。生後3ヶ月の時、2018年11月中旬にウーディウム病を発症し、日に日にヒレをたたむ子が増えたので 0.3% の塩水浴と薬浴を併用しました。タンクごと薬浴しました。使った薬はこれ、クイックケアです。餌は少なめで2週間で完治したのですが、そのせいか体が小さいのでしょうか。ヒーターなしで25度前後を保っています。水替えは5日に1回 30% くらいです。
最後にこれは湯煎式でお酢を瓶などに分けています。これで水温を一定に保てるかどうかですが検討中です。これらをまとめてみると、ベタの数を少なくしてと言っても全てのタンクが過密ですが、水温固定ヒーター 26.7 度のタンクのベタが一番大きい。次に固定ヒーター 26.1 度のタンクのベタが2番目に大きい。このタンクは一番太っている。ヒーターなしの4つのタンクはそれらより小さく同じような大きさ。餌は同じように与えていますので、となると食欲や体の調子はどのタンクも同じような気がするのですが、成長の度合いは固定ヒーターを入れているタンクの子たちが優れている。制御に近づくのが早いということでしょうか。底面フィルターのタンクは水替えの際汚れが少ないので、今後はフィルター、ヒーターの増設、タンク環境の改善を図り保っていきたいです。最後まで見ていただいてありがとうございました。